言葉は人の心を映し出す鏡である。これは古来よりブッダの教えの中で語り継がれてきた言葉です。私たちは日々さまざまな言葉を発しています。家族との会話、職場での会話、そして自分自身との内なる対話。それらの言葉の一つ一つが実は私たちの心の状態を正直に映し出しているのです。例えばこのような言葉を周りで耳にしたことはありませんか？あるいは自分自身が口にしてしまったことはないでしょうか？私はどうしてこんな目に遭うの？あの人絶対に許せない。誰も私のことを分かってくれない。どうせ私なんて。あの人は絶対に裏があるはず。これらの言葉の奥底には実は深い意味が隠されています。そしてこのような言葉を頻繁に使う人々の心にはある共通した特徴があることが仏教の教えの中で説かれてきました。今日は2500年以上前から伝わるブッダの知恵を通じて心の汚れがどのように言葉となって現れるのか、そしてそれが私たち自身や周囲の人々にどのような影響を与えるのかについてじっくりとお話ししていきます。この動画を最後までご覧いただくことで自分自身の心の曇りに気づき、より清らかな心で生きていくための具体的なヒントを得ることができます。より多くの方にブッダの知恵をお届けできるよう、このタイミングでチャンネル登録とベルマークの設定をお願いいたします。新しい動画を配信するたびにお知らせが届きます。またコメント欄で皆様の経験や思いを共有していただければ嬉しく思います。今から2500年以上前、古代インドのある村にデーバダッタという裕福な商人が暮らしていました。デーバダッタは若くして父の商売を継ぎ、その手腕で商売を大きく発展させた人物でした。町の人々からは成功者として羨望の眼差しを向けられ、表面上は幸せな生活を送っているように見えました。しかしデーバダッタの心の中は日に日に暗い影が濃くなっていきました。ある日、デーバダッタは市場で噂話に耳を傾けていました。隣村の商人がかつてない大きな取引に成功したという話です。あの男はきっと誰かを騙して儲けたに違いない。まともな方法ではあれほどの利益は出せないはずだ。こんな不公平なことがあっていいのだろうか。私の方が商才があるというのに。デーバダッタは歯ぎしりしながらそうつぶやきました。その数日後、長年働いている使用人のラジャが病に倒れ、休みを申し出ました。どうして私が一番忙しい時期に休むんだ。私のことを全く考えていない。周りは皆自分のことばかりだ。こんな大事な時期に休むなんてきっと怠けているだけだろう。デーバダッタは激高し使用人を怒鳴りつけました。実はラジャは高熱に苦しみながらも主人を思い、できるだけ休まないようにと我慢を重ねていたのです。しかしそのような使用人の苦労をデーバダッタは全く理解しようとしませんでした。またデーバダッタには忘れられない過去の出来事がありました。5年前、親しく取引をしていた商人との間で大きないさかいが起こったのです。その時のことを思い出すたびにデーバダッタは憎しみの感情を募らせました。あの時の借りは必ず返してやる。絶対に許せない。私の名誉を傷つけたことは死ぬまで忘れない。毎日のようにデーバダッタはそうつぶやいていました。町ではデーバダッタは慈善活動にも熱心な人物として知られていました。困っている人を見かければ必ず援助の手を差し伸べ、寺院にも定期的に寄進を行っていました。しかしその度に彼はこうつぶやくのでした。私がこれだけ人のために尽くしているのに誰も私に感謝しない。皆
当たり前のように受け取るだけだ。私の善意を本当に理解している者は誰もいない。そんなある日のこと、デーバダッタの家に一人の托鉢の僧が訪れました。その僧は実はブッダの皇帝の一人だったのです。僧はデーバダッタの心の内を見通したかのように静かに語り始めました。デーバダッタよ、あなたの心は5つの毒によって曇っています。5つの毒とは何でしょうかとデーバダッタは尋ねました。それは第一に自己中心的な考えです。あなたは私がと考えすぎています。これは無知から生まれる毒です。自分だけを見つめ他者への思いやりを忘れてしまうのです。第二に嫉妬の心です。他人の幸せを素直に喜べない心は欲望という毒に侵されています。あなたは隣村の商人の成功を純粋に喜ぶことができましたか。第三に批判的な大旅です。他人の欠点ばかりを探し非難する心は自分の不安や劣等感から生まれる毒なのです。病気の使用人を思いやることができなかったのはこの毒のためです。第4に偽りの善意です。見返りを求める心で行う善行は清らかな善行とは言えません。感謝されることを期待して行う慈善は真の慈悲とは異なるのです。そして第5に過去への執着です。過去の出来事にとらわれ続ける心は現在を生きる喜びを奪ってしまいます。5年前のいさかいを今でも心に抱え続けているのはこの毒のためなのです。デーバダッタは僧の言葉に深く考え込みました。確かに自分の心は日々の不満や怒り、妬みで満ちていました。そしてそれらの感情は必ず言葉となって現れていたのです。実はこれらの5つの毒は現代を生きる私たちの心にも確実に潜んでいます。例えばこんな場面を想像してみてください。会社でのある日の午後、同期の社員が昇進の報告をしました。その時あなたの心に浮かんだ言葉は何でしょうか。あの人は上司に取り入っているからね。コネがあるんでしょう。運が良かっただけ。もしこのような言葉が心に浮かんだとすれば、それは嫉妬という毒が心に潜んでいる証かもしれません。また SNS を見ていて知人の幸せそうな投稿を目にした時、どうせ見栄を張っているんでしょ。裏では違うはずよ。あんなの作り物でしょ。このような言葉が心に浮かぶのは批判的な態度という毒が心に存在している可能性があります。では現代社会における5つの毒の具体例とその対処法についてさらに詳しくお話ししていきましょう。家族との何気ない会話の中でも心の毒は現れます。例えばお子さんの宿題を手伝っている時、どうしてこんな簡単なことがわからないの？隣の子は一人でできているのにという言葉を投げかけてしまうことはないでしょうか。これは自己中心的な考えという毒が形を変えて現れている例です。また長年連れ添った夫婦の間でも、私がこれだけ家事をしているのにあなたは何もしてくれない、いつも私ばかりが我慢しているという言葉を交わすことがあります。これは偽りの善意という毒が潜んでいるのかもしれません。職場では特に過去への執着という毒が現れやすい環境にあります。あの時の企画が採用されていれば今頃は違う状況になっていたはず。3年前のあの案件で失敗した時から上司の態度が変わった。昔の方が職場の雰囲気は良かった。このような言葉を口にしている自分に気づいたことはありませんか。ではどうすれば心の毒を消し去ることができるのでしょうか。まず
自己中心的な考えを手放すには利他の心を育てることが大切です。例えば電車で座席に座っている時、お年寄りや妊婦さんが近くに立っているのを見かけたら、すぐに席を譲ろうとする人もいれば、私も疲れているからと考える人もいるでしょう。ここで大切なのは、私は良いことをしたという思いを持つのではなく、この方が少しでも楽に過ごせますようにという純粋な気持ちを持つことです。実は利他の心を持って行動すると、不思議なことに自分の心も穏やかになっていきます。これはブッダの説かれた真理の一つです。次に、嫉妬の心を克服するには感謝の心を育てることが効果的です。朝目が覚めた時に、今日も一日を過ごせることに感謝しますと心の中で唱えてみてください。通勤や通学の途中で出会うすべての物事にありがとうの気持ちを向けてみるのです。道端に咲く花々にありがとう、空を飛ぶ鳥たちにありがとう、道路を清掃している方にありがとう。このように感謝の気持ちを意識的に育てていくと、他人と比べる心が自然と薄れていきます。批判的な態度を改善するには、慈しみの心を持つことが大切です。よく人の振り見て我が振り直せという言葉がありますが、実は逆も大切なのです。他人の欠点を探すのではなく、まず自分を見つめ直してみましょう。例えば苦手な人のことを考えるとき、その人の欠点ばかりが目について、あの人は性格が悪い、考え方が偏っていると思ってしまいがちです。でもその時は立ち止まって、その人の良いところを一つでも見つけることを心がけてみてください。必ずその人の中にも輝く部分が存在しているはずです。それに気づいた時、あなたの心は少し軽くなるはずです。偽りの善意を清めるには、無償の心を育てることが重要です。最近では SNS で善行を投稿する方も増えています。確かに良い行いを広めることで、社会全体に良い影響を与えることもあるでしょう。しかし本当に大切なのは、誰かに見られているかどうかに関係なく、さりげなく善意を示すことです。例えば誰もいない時にゴミを拾う、エレベーターのボタンを押そうとしている人のために少し待ってドアを開けておく、隣の席の人が物を落としたのをこっそり拾って渡してあげる。このような誰にも気づかれない善意こそが、実は最も価値のあるものなのです。なぜならそれは純粋な心から生まれた行動だからです。そして最後に、過去への執着を手放すには、今を生きる心を育てることです。過去は変えることができません。しかし今この瞬間をどう生きるかは、私たち自身で選ぶことができます。朝の散歩で出会う草花に心を向ける、家族との何気ない会話に耳を傾ける、今この瞬間の呼吸を意識する。このように現在という一瞬一瞬を大切に生きることで、過去への執着は自然と薄れていきます。そして心が清らかになっていくと、自然と私たちの言葉も変わっていきます。私だけがという言葉はみんなでに、許せないという言葉は理解したいに、分かってくれないという言葉は分かり合いたいに。このような変化は一朝一夕には起こりません。しかし一歩一歩着実に歩んでいけば、必ず心は澄み渡っていくはずです。最後に今日のお話をまとめさせていただきます。心が汚れてしまう原因には5つの毒があることをお伝えしました。まず、自分のことばかりを考える自己中心的な考え。これはどうして私だけが、
私のことを誰も分かってくれないという言葉となって現れます。2つ目は、他人の幸せを素直に喜べない嫉妬の心。あの人は運が良かっただけ、裏では何かあるはずという言葉に現れます。3つ目は、他人の欠点ばかりを見つける批判的な態度。あの人はいつも失敗ばかり、周りの人は皆間違っているという形で表現されます。4つ目は、見返りを求める偽りの善意。私がこれだけやっているのに、感謝されて当然なのにという言葉として出てきます。そして5つ目が、過去の出来事に縛られる過去への執着。あの時のことは絶対に許せない、昔のことを思い出すと腹が立つという言葉で表されます。しかし、これらの毒に対する解毒剤もまたブッダの教えの中に存在します。自己中心的な考えは利他の心で、嫉妬の心は感謝の心で、批判的な態度は慈しみの心で、偽りの善意は無償の心で、過去への執着は今を生きる心で、これらの心を育てることで、私たちの心は少しずつでも確実に清らかになっていくのです。そして最も大切なことは、自分の心に潜む毒に気づくことです。気づきがあってこそ、初めて変化への一歩を踏み出すことができるのです。ブッダの教えは、2500年以上の時を超えて、現代を生きる私たちの心の曇りを晴らす光となっています。今日お話しした内容を、ぜひ明日からでも実践してみてください。たとえ小さな一歩からでも構いません。この動画があなたの心の支えになったと感じられましたら、ぜひ高評価とコメントをお願いいたします。皆様からのご意見は、より良い動画作りの励みとなります。今日も皆様が穏やかで幸せな一日を過ごせますように。